皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月のですね、9日ですね、火曜日、時間がまたしても遅れまして、日本時間の夜の9時37分ということです。ということで今日月曜日の放送を始めますけど、Facebook から昨日の夜ですね、今日ですね、もう火曜日になって、夜中の1時頃からまたしても今回は6回目のですね、30日間サービス停止処分通知が一方的に来たということで、二元放送ようやく1ヶ月ぶりに昨日やったんですけど、再び一元放送に戻ったということなんですね。もうとんでもないですね、フェイスブックは。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算でですね、2182回ですね。ということで一元放送ツイキャステレビの媒体で配信するということで、現時点で音声も映像も問題なく配信されているようですね。ということで今日の放送を始めたいと思います。で、最新のお知らせですけど、昨日の放送ですね、メインテーマが、詩ですね。なぜ日本では憲法破壊と国家権力犯罪と国民生活破壊を繰り返す安倍晋三を内閣総理大臣と呼び、権力犯罪者と呼ばないのかというのが昨日のテーマだったんですけど、それの YouTube の表紙をですね、このように作っていただきました。なぜ権力犯罪者と呼ばないのかと、安倍晋三ということです。現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが706名様、YouTube が454名で、全部で1160名ですね。ということです。そして、先ほど言いましたけど、Facebook から今回は本当短時間ですね、昨日の月曜日の夜の6時頃から30日、サービス停止処分が解除されたんですけど、それから6時間ぐらい、7時間後にですね、再び6回目が来たということで、おそらく彼らは今参議院選挙がありますんで、公然と安倍、晋三を批判する私のような情報発信者は邪魔でしょうがないということで、もう早速ですね、第6回目のサービス禁止処分通知を出してきたということでしょうね。で、しかもですね、今回のいわゆるコミュニティ規約違反、ヘイトスピーチ規約違反の処分対象になった配信ブログ記事っていうのが、これ、3年前のですね、2016年の配信なんですけど、第4回目のサービス禁止処分の時に、と同じなんですよ。同じ、ブログ記事なんですよ。タイトルが回収ユダヤ人、タブセマフィア、被差別部落民の共通点とは何かというのが今回も処分対象になったということで、彼らはですね、要するに同じ、記事を何回も使い回して永久にサービスを利用させないようにするというふうに Facebook はやってんでしょうね。ということです。とんでもないあれで、Facebook がなんか大々的に仮想通貨ビジネスを始めるというような記事が載ってましたけど、
彼らが始めたとしても全く同じことをやるでしょうね。要するに気に入らない仮想通貨利用者に対しては勝手にでっち上げた規約にあなたは違反しているということで30日仮想通貨の利用サービスは禁止しますよというふうにして結局同じような手段で邪魔者を排除していくという彼らの行動パターンというのは同じでしょうね。だからやめた方がいいですよ皆さん。Facebook が始めようとしている大規模なですね、通貨仮想通貨ビジネスには絶対参加するんだということを呼びかけたいですね。ということで、今日の今までのところをアップしますね。昨日のメインテーマの表紙です。これはで現時点での視聴者数ですね。それと6回目の Facebook サービス30日間サービス利用禁止の通知が来ましたよということですね。早かったですね今回は。参議院選中だから。処分対象のブログ記事は3年前に配信した記事で、しかも4回目の処分対象と全く同じ記事なんですね。回収ユダヤ人、田臥マフィア、被差別部落民の共通点とは何かという、別にヘイトスピーチじゃなくて事実、真実を述べただけなんですけど、彼にとってはいわゆる回収ユダヤとか田臥マフィアとか安倍晋三とか自民党とか公明党とか等々っていうのは絶対、情報拡散されては困るということなんでしょうね。皆さんからのコメントですね。アフターマッチさんコンティニューコインですね。ありがとうございます。からアキさんコンティニューコインですね。砂月金さん初めてのそうですね、ご覧の方へと。山崎氏のキャスは一行コメントが集団嵐行為があってから禁止されていると。このキャスの目的は情報の共有拡散だということで、賛成ならツイッター連携でお願いしますということですね。砂月金さん、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれましたね。石森さん、山崎康彦氏バイバイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さんお茶配信ありがとうございます。から高橋三平さん、体調回復してよかったですね。安心します。ありがとうございます。だいたい 2,3 日休養すれば治るんですよね。砂月さん、中央アジアで健全のモッキンバード作戦でマスコミに載らない海外記事ということですか。これはあれですね。今日の放送の前のコメントですね。キャスは音が小さく YouTube にありました。ただオリーブの木支援者に日本母親連盟、バックの日本会議内宗教団体がいますので要注意と。それを知ってから
小林幸喜さんは立候補自体と。日本会議、はい、まずいよねこれね。黒川さん知ってるんですかねこれ。当然ながら創価学会とか日本会議とか神社本庁とか潜り込むでしょうね。警戒しないといけないですよね。 YouTube 政見放送リブの木、これはあれですね、配信したやつですね。ということです。ヘチさんこんばんはですね。で今日の画像ですけど、今日のメインテーマと関連してるんですけど、今日付の日刊現代記事ですね。今回の参議院選挙で野党候補が急迫する逆転可能選挙区14選挙区ということで、今日の記事なかなかいい記事なんですね。要するに、7月の4日参議院選の公示された時に4日と5日に、共同通信とか朝日新聞が独自にですね、電話の世論調査をしたということで、各政党の獲得予想数というのを出したんですね。でこれによるともう自公が圧勝すると、これがそうなんですね。これが朝日新聞ですね。自公が圧勝するという世論誘導調査記事を出してるんですね。で、今日の日刊現代っていうのはこの大手マスコミによる参議院選、公示日の世論調査は当てにならないということで、自民党がじわじわと苦戦に追い詰められているという中間報告記事なんですね。これはそうでしょうね。ということで、野党の逆転可能選挙区、青森、福島、山梨、三重、奈良、香川、佐賀、長崎、大分と。で、競り合い選挙区、岩手、宮城、山形、新潟、滋賀と。野党リード選挙区、秋田、長野、愛媛、沖縄と。ただ、この秋田っていうのは、そうか。なんか自民党じゃないですか、野党じゃないんじゃないですかね、これ。から複数区自民落選危機選挙区、北海道、東京、千葉、大阪、広島と、こういうリストが載っています。で、今日のメインテーマですけど、要するに、今日のメインテーマ、メインテーマ言うの忘れましたね。今回の参議院選挙での我々の最大の目標は、自民党の獲得議席を38に落とし込むと。そして自公合わせて全体の過半数割れの52にすると。そして権力犯罪者安倍晋三首相を辞任させると。これが最大の目標だと。我々の目標だというのが今日のメインテーマなんですね。で、38と、自民党38ということで、かつてですね、自民党37しか取れなかった時あったんですね。それで第一次安倍内閣の2007年の7月の参議院選挙で、自民党が37しか取れないということで大敗して安倍は政権を放り投げたという悪夢があるんですね。この悪夢を再現しようと、可能だということなんですね。で、2007年7月、自民党は37と、公明がその当時9で46議席で、参議院で過半数割れしたと。第一次安倍内閣。これが7月で、そして、安倍は8月に、政権を放り投げたと。辞任したということなんですね。で、それを再現しようじゃないかと。可能だと
こういうことなんですね。そのためには自民党の獲得議席数を38以下にすると。そして公明党が14として、合わせて52ということで、全体の過半数53割れしているということで、当然ながら安倍は責任取って、辞任するということですね。で、これが可能になれば、次回の衆議院選挙で、自公政権を打倒して、反自公の純粋野党による反自公政権を樹立できる可能性が出てくるんですね。ということなんです。今日のメインテーマ。ということで今日の画像ですね。ということです。そして今日の推薦図書ですね。これもう最後の方になってるんで、今日は第108回目の朗読ということで、昨日の続きですね。第4章構造改革のための25のプログラム、第2節権力の市場からの退却、その中のプログラムの20ですね。20、中高年100万人のボランタリー公務員制度を作るというところですね。これが1ページないんですね。読みますね。このように公共事業費の削減や補助金の大幅カットを実施すれば、経済に対し一時的に大きな負の作用を及ぼすことは避けられないと。で、多数の職員等が一時的に失職するからと。先に述べた通り、総体で2000万人と想定される、失職が、金融では政府系金融機関、不動産、土木建設では中央地方の特殊法人などと相当数の系列子会社で発生すると。この一大失職状況への適切な対応こそ構造改革路線の要点要となると。政治の舵取りとして重要なことは、これまでは行政企業が掌握してきたビジネス領域で民間企業が自由に腕を振るえるように税制、金融、法制度面等で十分な環境整備を行うことであると。同時に徹底した労働時間の短縮、長期休暇制の導入、賃金体系の見直しも必要だと。さらに例えば地方の土建会社のような公共事業需要によって生きてきた民間企業などに対しては、自然環境保全事業や福祉環境、教育整備教育環境整備事業などにシフトできるように政府の誘導と支援が必要であると。その際、将来の高齢化健康文化社会に向けて、あるいは経済活性化のためにも都市と農村の大交流を打ち出すべきだと。例えば農村地方に都市住民が一定面積の土地、菜園、建物を取得することや、あるいは大学などの文教施設や医療、福祉施設の移転建設に対して大幅な優遇処置を講じるのだ。これによって地域の自律的経済活動を盛り上げることができると。こうした一連の積極的な新しい社会を築くためには、多様な技術や知識、意欲を持ってこれを手助けする相当な人材が必要となると。これには公に奉仕する社会経験豊かな50歳以上の中高年こそ出番であると。半ばボランティア精神で次世代社会づくりの役割を果たしてもらうべきであろうと。このために中高年100万人ボランタリー公務員制度を導入し、福祉や社会教育、職業技術指導、伝統文化や環境保護事業、生活支援など幅広い分野地域に、
中高年を動員すべきであると。これが第20回20プログラムの第20ですね。ということで、明日は水曜日休みなんで、木曜日21、20兆円を社会保障、10兆円を環境保全に追加すると。から22、大規模減税を実施すると。これで第3節が終わって、次に第4節、品格ある公務の復活化。プログラム23、公務員分限法を制定すると。24、行政、監査を徹底し、会計検査院を強化すると。そして25ですね、最後。天下り禁止法を急いで定めると。いいですね。で、最後は終わりにということで、ベルリンの壁の向こう側からという最後の締めくくりですね。これは結構長いんで、3回ぐらいに分けて読むということですね。それでようやくこの非常に、石井幸喜さんが全力を傾けて、最後にまとめた本を全部朗読できるということですね。これは素晴らしい本ですよね。ということです。K さん、CIA の Facebook 世界 IT か洗脳計画をこちらに分析されていますので参考にということですか。2011年エジプト革命という。なるほど。から土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶バクテンとコンティニューコイン2枚ですね。からこれは何だろう、ちょっと読めないな。コンティニューコインですね。小連泊さんかな。はい。ということで、今日の朗読した部分だけでも、タイトルだけでも、マイナス5。そして第2節、権力の主張からの退却か。これですね。ということで、今日のメインテーマですね。今回の参議院選挙での我々の最大目標は自民党の獲得議席を38に落として自公を合わせて全体の過半数割れの52にして権力犯罪者安倍晋三首相を辞任させることだと。これは今日のメインテーマなんですね。でそうすれば次回の衆議院選挙で自公政権打倒反自公純粋政権、樹立が可能となんだと。で安倍晋三に2007年7月の参議院選挙での自民党大敗の悪夢を再度見させてやろうじゃないかと。安倍晋三は第一次安倍内閣2006年9月から2007年8月時の2007年7月に実施された参議院選挙で自民党37、自公合わせて46議席で大敗し首相を辞任して政権を掘り出したということだね。でそれで
これは毎日新聞の記事の中にあった表なんですけど、2007年以降の参議院選挙での、自公の獲得議席数をこういうふうにグラフにしたやつなんですね。で、一番こっち2007年7月、この時、自民党安倍の第一次安倍内閣だったんですけど、自民党が37で公明党が創価学会が9で46ということで過半数割れしたんですね。これで、安倍は首相を辞任したと。だからこれを再現しようということですね、今年ね、今回の参議院選挙で。そして次の、3年に一度なんですね。3年に一度。で、2007年、2010年。これは民主党政権下、菅直人内閣の時なんですけど、自民党は勝ったんですね。自民党が51、公明が9で60と。これはなぜかというと、菅直人が突然ですね、消費税を上げると。3% から 5% にするというバカなことをやったんですね。もう完全に意図的でしょうね。自民党に政権を戻すということで、財務省の官僚、あるいは CSIS 等々のジャパンハンドラーズの謀略に菅直人は乗ってですね、突然、消費税のアップを言い出したんですね。財政再建という名目のもとに。そしたら当然ながら、そんなこと普通なら言わないんですけど、公約にないことを言わないでしょ。で、当然民主党は大敗しちゃって、自民党が復活しちゃったというのが2010年なんですよ。そして次の2013年、この時は安倍の第二次安倍内閣の7月ですから、すでにアベノミクスが開始されてるんですね。2013年の3月から。これでアベノミクス、という財政と日銀券のばらまきが始まったということで、景気が回復するんじゃないかという期待のもとで自民党が大勝したんですね。62、60、65だ。51から65ですよ。14も増やしちゃったんですね。で、公明が9から11と合わせて76なんですね。大勝しちゃったんだね。そして3年後、2016年、これも安倍内閣ですね。自民党が56、公明党が14で70と。そして、今回の2019年7月21日投開票の参議院選挙で、ここにある53自民党が取るというと、全体の過半数を確保するということですね。ですから自公でですね、自公で53ですから、自公で52以下であれば全体の過半数割れして自公政権、自公は過半数割れをするというふうになるわけですね。で、私が今日のメインテーマで設定した最大の目標としては、2007年7月の参議院選挙で自民党が37しか取れなかったと。これを今回再現しようじゃないかと。38以下にしようじゃないかということなんですね。そして公明党の創価学会の14、これ硬いと思うんですね。合わせても52ということで過半数割れすると。全体の過半数割れすると。これが大目標だということなんですね。
そして、2つ目の画像ですけど、これは先ほど言いました参議院選挙の公示日の7月4日5日に、朝日新聞が独自に5万件の電話調査をして集計したやつなんですね。でこれには自民党が54から64、中心が59だと。で公明党は11から14で中心が14だということで、中心を合わせると73というとんでもない数字が書いてあるんですね。でも先ほど紹介しました今日付の日刊現代では中盤にかけて、情勢が自民党大勝という最初の世論調査とは全く違う動きが出てきたと。自民党が苦戦し始めていると、こういうことなんですね。これが最大の目標なんですね。それで、第2の我々の目標は何かというと、今回の参議院選挙で、今までなかったいわゆる既存の政党、プロの政治家ではなく、全くの政治の世界とは関係ない普通の市民が立ち上がって登場した山本太郎代表の清和新選組と、そして黒川敦彦代表のオリーブの木と、この2つの全く新しい政治潮流、これが国会参議院に、議席を獲得することが第2の目標だということで、清和新選組が特別枠の2名プラス山本太郎で3名、そしてオリーブの木は黒川代表1名ということで、計4名がですね、参議院の議席を取るというのが第2の我々の目標だろうということですね。そして、我々の第3の目標は、私が今週の金曜日ですかね、黒川さんのオリーブの木の政見、NHK の政見放送を中継したんですけど、その中で黒川さんが今まで誰も言わなかった、国政レベルで誰も言わなかった隠されてきた真実、これをこの参議院選挙の中で、国民に広く認知させると、広報すると、報道するということが第3の目標だろうということなんですね。で彼が何を言ったかというと、日本は米国の植民地であると。から日本人の国民資産は米国に流れていると。で、ウォール街の国際金融資本家たちの金儲けの博打に使われてんだと。から米国債を世界一所有している日本は米国に売却を禁止されているので1枚も売ることができないと。で日本国民がいくら一生懸命働いても豊かにならないのは何でかというと、国際金融資本家たちが日本国民の税金と国民資産を実体経済には使わず博打経済、金融経済に使ってるからだと。でその国際金融家たちとは一体誰なのかと。具体的な名前、ロスチャイルドであり JP モルガンでありロックフェラーなんだと。で彼ら国際資本家たちがでっち上げて作った米国の中央銀行 FRB は 100% 民間銀行であり、米国政府は一株も株を持ってないんだと。こんなことをこの政見放送の中で言った人は黒川さん初めてですよね。これこそが隠されている真実なんですね。で、オリーブの木の政見公約の柱として
国民一人一人に月5万円のベーシックインカム、最低、生活保障給付金を支給すると、こういうことをですね、NHK の電波を使って、全国民に、広報すると、宣伝すると、認知してもらうという非常にいい機会なんですね。これが第3の目標ですね。H さん、令和新選組山本太郎オリーブの木黒川敦彦が国会に入ることが今の目標と。そうですね。おそらくうまくいけばですね、令和新選組が3名いくと思いますね。で、黒川さんが行くか行かないかですね。100万票取れるか取れないかということでしょうね。令和新選組ですと。清和じゃないわ、令和だ。私は清和って書いちゃったんだ。令和です。令和新選組です。失礼しました。砂月さん、太郎の新選組を計算に入れてない序盤戦。そうですね。H さん、民主党消費税アップを言い出したのは命取りでしたと。あまりにも素人すぎたのが当然の民主党かと。だからこれはもう完全に、謀略ですよ。財務省の手のひらの上で踊ってた菅直人に言わせたんですよね。政権取る気がなかったため転がり込んできて当惑していた民主党だったのかと。議員作ること自体でいい生活ができると。それしか考えてないでしょうね、今の野党の政治家。砂月さん、清和源氏と。令和新選組です。菅直人は TTP 加入も第三の鎖国などと言ったと。完全にあれですよ。CSIS のジャパンハンドラーズの命令が来てたんでしょうね。TPP 参加も言えと。から消費税アップも言えという命令がジャパンハンドラーズから来てたということしか考えられないですよね。だから鳩山の次はお前だから俺たちの言うことを聞けということでしょう。彼が首相になれたのはバックにジャパンハンドラーズがいたということでしょう。砂月さん、エジプトの若者からのメッセージ、カナダド日本語。久しぶりですね。カナダド日本語さん。カナダ在住の日本人の女性ですよね。日本語の先生やってるんじゃないですかね。ということで、清和って私読んでました。令和ですね。ということで今日のメインテーマ、そして最後に、先ほど紹介したそうか、それで黒川さんのオリーブの木代表、黒川さんの NHK 政見放送の映像ナンバー1とナンバー2の URL と、そして、関連記事として安倍自民に落とし穴と、野党候補が急迫する逆転可能14選挙区という記事を関連記事として取り上げたということですね。令和です。清和じゃありませんでした。今日のメインテーマ、
自民党38以下に落とすと。これですよ。2007年の参議院選37を再現すると。こういうことですよね。そうすれば次回の衆議院選挙で自公政権を打倒し、反自公の純粋 100% 野党の政権を樹立すると。だから野党、偽装野党は入れないってことなんだね。安倍晋三に2007年7月の参議院選挙での自民大敗の悪夢を再度見せてやろうと。安倍晋三は第一次安倍内閣、2006年9月から2007年7月の時の2007年7月の参議院選挙で自民党37、自公合わせて46議席で大敗し、首相を辞任し政権を掘り出したと。この悪夢を再現してやろうじゃないかと。可能なんですよ。投票率を上げて10%、1000万人がプラスで、投票に行けば可能なんですね。それで画像ですね。毎日新聞の画像。これは2007年からの参議院選挙での自公の獲得議席数なんですね。で、2007年7月、自民党37、公明9、46。これが第一次安倍内閣。これで安倍が辞任したんですね。で、3年後、2010年7月、これは民主党菅直人内閣。自民が勝っちゃったんですね。51、公明9、60で。なぜかというと、先ほど言いましたように菅直人がですね、消費税、アップを突然言い出したんですね。そして TPP、日本の第三の開国だというとんでもないことを言い出したということで、この2つに関しては民主党の政権公約には一切ないことを突然言い出したということは、もう先ほど言いましたように完全に菅直人はジャパンハンドラーズの命令を忠実に実行しただけと。その結果自民党が復活しちゃったということでしょうね。砂月日さん、政見放送令和代表山本太郎ですね。そして13年16年、これがアベノミクスによって景気が上向いたという人為的な景気刺激策で、自民が圧勝しちゃったということですね。特に2013年7月、自民65ですよ。公明11年76ですよ。それで3年後の2016年7月、自民56、公明14で70と。そして今年7月、自民がいくつになるのかと。公明はおそらく14硬いでしょうね。13か14でしょうね。そして朝日新聞の
選挙公示日スタート時の世論調査、これでいくと自民が54から64の間、中心が59と、公明が11から14、中心が14ということで、中心だけ合わせても73というふうなんですね。だからこれは序盤戦の数字でしかなくて、現在、1週間、今日9日ですか、1週間経ってないんですね。で、情勢が完全に変わってきたということなんですね。野田の、そうですね、野田のいわゆる安倍とつるんで、解散、民主党が敗れるというのが分かってても野田は解散したんですね。それは同じですよ。ジャパンハンドラーズの命令ですよ。で、ですから野田はあれほど民主党が大敗するとは思ってなくて、そこそこの負けであれば自分が副首相格で連立するという密約がなってたんでしょうね。でも大敗したんで、完全に切り捨てられたということなんですよね。ですから野田っていうのは安倍自公ファシスト政権誕生の露払いをしたというとんでもない人間ですね。それが今もそのことを一切批判されず大きな顔して野党面しているということですね。で日本の政治で、おかしいのは、フランスにしてもあるいはイギリスにしても普通大統領あるいは首相、イギリスもそうですよね、首相経験者が首相を辞任した後はもう完全に政界を引退するんですよね。日本は元首相っていうのが相変わらず国会議員として居座ってるというのは一体何なんだと思いますよね。前原誠司、緑の緑のこれ何、第二の裏切りと緑の党、希望の党、そもそも野田の政治家をやる動機が間違ってる、もしかしたら菅直人のと。だから結局、野田っていうのが松下政経塾出身ですから野党の中に、このような自民党別動隊の政治家のたぬき林か、たぬき林、緑のたぬき林ってどういう意味なんですかね、ちょっと分かんないですね。要するに野田っていうのは前原もそうですけど松下政経塾っていうのは CSIS ジャパンハンドラーズが作ったいわゆる野党専門の工作員養成政治学校なんですね。ですからCSIS とのジャパンハンドラーズの命令に忠実に従って彼らが首相になってもいわゆる民主党を内部から崩壊させるための工作員でしかないと。で菅直人は松下政経塾等々じゃなくて、いわゆる東京工業大学の学生時代、我々が全共闘運動をやってた頃ですけど、彼は全共闘運動に反対して、でも第三の道として、政治家のいわゆる右翼でもないんですよね、左翼でもない右翼でもないと第三の道ということで、政治家の秘書になったんですね。誰でしたっけ、
社会党の女性記者の女性国会議員、有名な方、そのうち出てきますけど、で、彼女を利用して、彼女を裏切ってですね、国会議員になったというとんでもない人間なんですね。それで、石井紘基さん、と一緒に、市民連合なんか作って、で、表向きは反自民、反権力ですけど、結局鳩山幸夫が1年で、足を引っ張られて、民主党の首相を辞任せざるを得ないという中で、ジャパンハンドラーズに、次はお前だというふうに指名されて、その気になってですね、彼は普段だったら首相になれないと、同意ではないですね、もっと前の人ですね、ですけど、ものすごい権力欲、上昇志向が強い人間なんですね。だから政治を自分の上昇志向を満足させるために政治を利用しているという人間なんですよね。とんでもないやつなんですけど、何の話してましたかね。あ、そうか。菅直人、それと野田義彦か。小池百合子がシンボルカラーの、なるほど、希望の党でしょ、前原。ということですね。どこまでアップしましたっけ。それで2007年7月、2010年7月、13年7月、16年7月と。砂月さん、取り持ったのがフィクサー竹中平蔵と。これアップしましたっけ。しましたね。ダブっちゃいましたね。それで第2の目標は清和って書いてありますけど、令和っていう言葉を使いたくないから清和になっちゃったんですね。令和で、第3の目標は今まで隠されてきた真実を国政の場でみんなに知らせることだと。
それは何かと。このようなことを国政選挙の中で訴えていくというのは初めてでしょうね。ロスチャイルド、JP モルガン、ロックフェラー、具体的な名前まで挙げてるんですね。画期的ですよね。そしてベーシックインカム5万円と。5万円じゃ全然足んないでしょうね。そしてNHK の政見放送の URL、 黒川さん、オリーブの木。で関連情報として日韓現代の情勢が急激に変わっていると、自民党は追い詰められているというあれでしょうね。というのが今日のメインテーマでした。それで今日のトピックスですね。大荒れの応援演説、安倍首相に帰れやめろの大合唱ということで日韓現代、これは7日の JR 中野駅前ですね。昨日も取り上げましたけど、あれはリテラの記事だったんですけど、今回は日韓現代、なんかこっちの方が臨場感ありますね。大荒れだ。安倍はストレスじゃないや、いわゆるステレス、いわゆる隠れてですね、事前にいわゆる一国の首相が自分が街頭演説するための事前の広報を一切やめて、どこに出没するか分かんないと。なぜなら大量の反対派のいわゆる一般市民国民が大挙してですね、安倍やめろコールをするからということなんですね。これもう一国の首相ではないでしょうね。完全に権力犯罪者だから逃げ隠れするんでしょうね、このようにね。から韓国で不買運動、日本製品の不買運動がかなり、大規模に開始されたと。その煽りを食ってですね、日本のビールがマイナス 20% になったっていう、すごいですねこれね。だから韓国の市民運動っていうのは日本の市民運動よりも数倍の強力な結束力がありますんで、侮れないですよこれ。韓国民が怒って、日本製品の不買運動を本格的に始めたら日本からの輸入品の食料とか、あるいは
無地なんかもあるんですね。あるいはユニクロ等々人気商品があるんですけど、資生堂とか化粧品とかですね、大打撃になる可能性ありますよね。砂月さん、どこに出没するか分かんないと。さすが昭和の妖怪の孫というか、もう完全にあれでしょ、権力犯罪者でしょ、首相じゃなくて権力犯罪者だから、事前に、自分のスケジュールは公表しないと。それから首相官邸で、各省の官僚と事前に打ち合わせた内容は一切メモんないと。これはもう犯罪者の習慣でしょうね、これね。在日コリアンもいろいろと大変でございますというヘチさん、そうだった。そうですよね。もう完全にあれですよ、土地狂ってますよね、ああいうふうに。一国の裁判所最高裁が判決を出したことに対して、不満だから経済制裁するっていうのは普通の感覚ではありえないですね。韓国政府がいわゆる政策として、強制、徴用工を強制労働させた戦前の日本の大企業ですね、新日鉄道等に対して、韓国政府の方針として賠償を求めて強制的に、韓国内にある新日鉄道等の大企業の資産を差し押さえて、賠償に充てるということをですね、政治レベルで決めたことに対して対抗措置を取るんだったら分かるんですけど、一国の最高裁の判決に対して不満だから、いわゆる半導体等々に使う3種類のレアメタルですよね、素材を全面禁輸すると政府がというのは完全に間違ってますよね。だからもう完全にあれですよ、やることすべてが安倍自公ファシスト政権というのは権力犯罪者の行動論理なんですね。一国の総理大臣政治家ではないんですよね。砂月さん、浦飯や資生堂じゃない民主党時代、むにゃむにゃこればかり権力犯罪者が首相であることの異常と、そういうことですよ。だから首相とか国会議員とか政治家ではないんですよ、権力犯罪者なんですよ。本来だったら、昨日のメインテーマの詩の中で言いましたように、日本にまともな検察とか警察があればとっくにですね、安倍晋三以下自民党自公ファシスト政権の主要幹部っていうのは憲法破壊、国家権力犯罪、そして国民貧困化、経済破壊、国民経済破壊の容疑で逮捕・起訴され、裁判で、まともな裁判官があればですね、裁判官がいれば日本に、もうとっくに、刑務所に一生出られないようにされてるんですよね、普通の国だったら。それが相変わらず首相であると国会議員であると政治家であるということで、新聞の一面に、堂々と彼らの行動とか主張が出てるっていうのはおかしいんじゃないのと思いますよね。まともじゃないよと。権力犯罪者の言うことを一面で取り上げるかということでしょう。韓国は三権分立がそれでもまともなのが分かった反面、日本はその逆だということが明らかになったのではないでしょう。そうですね、日本では首相がコントロールできちゃうから韓国も同じだろうと、そういうことですよ。だから安倍はもう
行政権力の長として内閣総理大臣であると同時に、国会の過半数3分の2を抑えてるから、国会も自分の自由になると。そして最高裁の長官、最高裁判事の任命権を持ってるから、最高裁も自分の支配下にあるということで、もう完全に天皇さえも、自分の言うことを聞くんだということで、完全に独裁者気取りになってるんですよね。だからもう歯止めが効かないんですよ。権力者に歯止めが効かないという最悪の事態でしょうね。ああ、三枝クララさん、今日吉祥寺で新聞記者見てきましたという、アップリンクですね。パルコの地下にある、そこでやってますよね。おそらく満杯だったんじゃないですか、満席だったんじゃないですかね。砂月ね、統一戦の演説の新蔵さん、日本農業を守っておくれのおじいさんは種子法廃止で見事に裏切られたという、もう完全に裏切るのが当然だという考えでしょうね。ということです。そして2つ目のトピックス、2つ目があれか、大荒れ、そして韓国で不買運動と、ビール売上マイナス 20%、アサヒビールが1位から2位に転落したということですね、ハンギョレ新聞で。3番目、日本軍が日中戦争で毒ガスを使用した報告書初めて発見ということで、ハンギョレ新聞なんですけど、これ元はですね、共同通信がこの記事を最初に配信したんですけど、それを受けてハンギョレが記事化したんですけど、ハンギョレの方が詳しいんですよね。何なんだろうね。だいたい記事の長さでもハンギョレの方が倍ぐらいあるんですよね。マイナス1。それでついでに、元の記事、共同の記事、だからハンギョレ新聞というのはこの共同の記事をベースにして独自取材して、記事化したんですよね。で次、伊藤詩織さんと元 TBS 記者の尋問、東京地裁、これも朝日デジタルですけど、この記事もおかしいんですね。伊藤詩織さんの名前は本名で出るけど、山口、元 TBS ワシントン支局長の名前は出ないんですね。元 TBS 記者としてしかね、匿名っていうか、なんでこういうふうになっちゃうの。山口の名前も出すよと、山口の顔も出すよと、顔写真も出すよということなんですね。これも本当にあれですよね、忖度記事でしょうね。だから国会議員所得2657万円、トップは鳩山二郎氏17億円と読売新聞。これも昨日の放送の中で言いましたように全くの嘘なんですね。自民党の国会議員の国会議員報酬っていうのは年間6000万円だと。表向きは2200万円と言われますけど、それは表向きで、いわゆる経費として、報酬の中に算入されない、実質的に
税金払う必要ないと、だから領収書がいらないということで、もう報酬なんですよね。それが経費として隠されているということで、一つ目が調査交通費、毎月100万円、年1200万円だから、国会議員の年俸が2200万円とすると、それに1100万円が上乗せされると。それプラス立法事務費という立法作業を一切しない日本の国会議員になんで立法事務費が、これ会派に行くんですけど、政党支部経由で、国会議員個人の懐の中に流れる仕組みがありますんで、これが720万と。そうすると3300万の720万で4020万円か。2200万、2200万と1200万で、3400万、それに700万でから4120万。これが与野党共通した日本の国会議員の年間報酬ですよ。4120万。そして、自民党年間170億円の政党助成金が自民党のところに現金で払われると。だから400人の自民党国会議員に1人当たりすると4000万ですよね。ですからおそらく党本部が半分取って、あとの半分は政党支部経由で、国会議員個人の懐に入るということで、2000万円はいってるでしょうね。ということは4120万プラス2000万で6120万。これが自民党の年間報酬ですよ。全部税金だから。この読売新聞の国会議員、の所得が2657万というのは大嘘ですよね。騙されてはいけないということですよ。だから野党議員も4120万円の世界一の高給をもらっていると。だから本格的に自民党政権を打倒するっていうことになるんですよ。今の体制の方がいいわけでしょ。ぬくぬくと生活できるから、いろんな特権があると。山口不問はパソコンに関係しているから誰かが芋づる式に上げられないためということですかね。これも異常ですよね。一旦逮捕令状が裁判所から逮捕令状が出てる山口に対して、成田空港で、高輪署の刑事が逮捕のために張り込んでたんですね。そしたら中村至という現在、警察庁のナンバー2ですよ。ナンバー3か、審議官かなんかやってる。そいつが当時警視庁の刑事部長だったのかな。直接電話して、逮捕させなかったということなんね。その中村至っていうのはもともと菅官房長官の秘書官をやってたということなんですね。ですから北村一とか杉田官房副長官とか、いわゆる警察官僚が安倍内閣の中枢を担っていると。通産官僚とそれから警察官僚、この2つの官僚が実質的に支配してるんですね。それで山口を逮捕させないと、そして起訴もしないという、もう普通の法治国家ではありえないことが公然と行われていると。だから安倍の周りっていうのは完全に権力犯罪者の巣窟なんですね。だからこんなものを長らくもう7年も政権のトップに据えてるということ自体がありえないですよ。異常ですよ。ということです。で、今日の重要情報、望月
磯子原案の映画新聞記者サイトに宣伝妨害のサイバー攻撃と松坂都市だっけ当理か当時主演なのにテレビはプロモーション拒否ということで、この完全にあれですね、意図的に妨害されてますね。今日のこれはリテラです。マイナス3。ということですね。時間が76分19秒20秒ですね。視聴されている方が同時期で68名様、全体で170名様、コメントが69件ということですね。ということで、今日の火曜日のワイワイニュースライブ放送、これで終わりです。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトいただいてありがとうございました。お疲れ様でした。明日水曜日は語学研修のためお休みで、あさってですね、木曜日、できるだけ9時前に、放送を開始したいということですので、またよろしければ合流してくださいということです。ということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。おやすみなさいですね。